皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。ユーグリーンエピソードモバイルバッテリー 48,000mAh になります。何これ？こちらは簡単に言うと、でかすぎるモバイルバッテリーになります。モバイルバッテリーなのにでかいの？そうなんです、でかいんです。ということで本日はこちらのでかすぎるモバイルバッテリー、ユーグリーンエピソードモバイルバッテリー 48,000mAh をご紹介していきます。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずは Amazon ページから見ていきましょう。こちらは普段29,980円で販売しているのですが、15% オフクーポンがついて25,483円で販売しております。さらに今回特別クーポンもいただいたので気になる方は概要欄をご覧ください。で、こちらの商品なんですが、最近災害なども多く、防災の観点からポータブル電源を購入しようと思う方も多いかと思います。ただ、ポータブル電源は高いし、置く場所がない、って人もいるかと思います。それらを解決するのがこちらのモバイルバッテリーがちょうど良いかもしれません。ただモバイルバッテリーとしては大きすぎるし、ポータブル電源としては非力。正直中途半端な感じの商品ではありますが、これで実際どのぐらい使えるのか後ほど検証してみます。パワーモンスターと呼ばれるモデルが日本初上陸、と書かれており、iPhone 15 Pro で 10.8 回、S23 Ultra で 7.1 回、MacBook Air M2 で 1.1 回の充電ができるみたいです。iPhone を10回充電できると考えるか、ノートパソコンをフル充電1回できると考えるか微妙なところですね。続いて簡単な詳細が載っていました。140W の急速充電対応。最大 300W 出力。PD3.1 対応。5ポート構成。スマートデジタルディスプレイ搭載。NTC 音響システム。V-Ray 規格の難燃性素材。となっているみたいです。各電力配分はこのようになっています。まずは1ポート使用時。2ポート使用時。3ポート使用時。4ポート使用時。5ポート使用時となっています。さすがに5ポート全部使うと出力的には落ちてしまいますが、4ポート使用時までは左下が 140W 出力となっているので、よほどのことがなければ4ポート以下で使用するのが良いかもしれませんね。ただこの左下の 140W が給電の役割も担っているので、充電しながら 140W を使いたいというのができないのは難点かなと思いました。では続いて本体も見ていきましょう。シュラララ。では開封をしていきましょう。まずは付属品から。こちらは 240W 対応の USB-C 充電ケーブル 1m になります。急速充電にはそれに対応したケーブルも必要なのでこれは便利ですね。あとは紙類が入っていました。付属品はこれだけです。続いて本体も出していきましょう。こちらが本体となります。出してみた最初の印象は、でか、でしたね。これは確かに大きそうね。こちらの大きさは 14.5×7.7×10.6 センチなので、モバイルバッテリーとしては大きいサイズとなっています。さらに、とも思ってしまいました。そんなに重いの？実際に計測してみたところ、1645.1g もありました。1.6 キロはそれなりね。さすがにカバンの中に入れてモバイルするには結構な重さですよね。続いては見た目です。こちらが正面となり、上部にデジタルディスプレイ、下部に5ポートとなっています。5ポートは USB-C が3本、USB-A が2本となっています。電力配分については2分のところをご確認ください。続いて左側面。こちらは 48,000mAh と 300W の文字だけです。こちらは背面。こちらも特に何もないのですが、PSE マークなどの記載はしっかりありました。また横置きをする時用のゴム足もついております。そして最後に右側面。こちらなんですが、なんとライト機能がついております。下部にあるボタンを1回押すだけでライトとして使用することができます。照明が明るすぎるのでちょっと消してみます。明るさ的には近くを照らすには十分な感じですね。もう一度押すと最大発光。さらにもう一度押すと SOS ライティングとなっています。キャンプの際や災害時などに役立つかもしれませんね。確かにいざという時にこういうのが必要になる場面があるかもね。では続いて実際に使ってみましょう。シュラララ。では開封時なのですが、充電率が 30% ぐらいしか入っておりませんでした。こちらは個体などによって充電率が違いますので、お手元に届いたらまず確認してください。で、充電してみたところ、最大で 125W で給電されていたみたいです。常時 100W は超えるスピードでした。70% 分の充電をするのに約1時間で充電満タンになりました。
ちなみにこちら使っていない時は、真ん中のボタンを押すと残量の確認が可能です。続いては実際に使用してみましょう。とりあえず一番右側にケーブルを挿して、iPhone の充電を行ってみましょう。つなげるとすぐに充電が開始されました。こちらはスマホに合わせて急速充電をしてくれるみたいで、PD だけでなく、PPS という電圧電流を細かく調整して負荷の低い高速充電や、QC、SCP、AFC などの各社独自高速充電規格にも対応しております。続いて iPad も一緒に充電してみましょう。そうすると同時に充電している総ワット数となるので、先ほど 10W 前後だったのに出力ワット数が 30W 前後まで増えました。これはどのぐらい使っているのかわかるからいいわね。そうですね。もちろん充電しながら使用することも可能です。で、私のチャンネルとしてはやはりこれを試さないといけないかなと思いまして。これって、モバイルバッテリーでミニパソコンが動かせるのか検証。モバイルバッテリーでミニパソコン。はい、ノートパソコンは最近 PD 対応のものが増えたので、動かせるのは当たり前なんですが、じゃあミニパソコンはどうなんだろうと思ってやってみました。ミニパソコンにケーブルを挿して、今回モバイルモニターも試そうと思ったのですが、対応ケーブルが見つからなかったのでとりあえず普通のモニターにつないで確認してみます。ちゃんと片付けしないからよ。あ、すみません。では起動確認してみましょう。スイッチオン。わかりにくいんですが電源ランプがついております。しばらくすると、こんな感じできちんと起動してきました。ではこのままシネベンチを回してどのぐらいバッテリーが減っていくのかも見ていきましょう。耐久勝負ね。です。ではストップウォッチとともにシネベンチをスタートしました。まあもともと消費電力の少ないミニパソコンを使っているので最大でも 20W 程度の消費となります。ではこのまま経過を見ていきましょう。まずは3分経過。この程度の消費電力ではまだ 1% も使ってないみたいです。5分経過。この時点で 99%、まだまだ余裕ですね。10分経過。残り 98%、このペースならしばらく使っていけそうな感じもありますね。20分経過残り 96%。さすがに 20W 前後ではあまり減らないですね。30分経過、残り 94%。こんな感じだと普通にスマホ充電したりする分には全く問題なさそうです。1時間経過、残り 87%。いや1時間やってこれしか減らないのかってちょっと驚いています。まあこの消費電力で動かせるパソコンもすごいとは思うけどね。性能は期待できないですけどね。1時間30分経過、残り 83%。まだまだいけそうですね。2時間経過、残り 76%。ここまで来ると使った感がありますが、2時間で約 25% しか減らなかったということですね。確かにこのぐらいのミニパソコンなら使えるってことね。試しにもう少し強い性能のミニパソコンとモバイルモニターにそれぞれケーブル1本ずつで起動してみたところ、まさか動いてるの？一応ですね、起動すること自体はできました。それはすごいわね。さらにゲームベンチを回してみようとしたところ、残念ながら落ちてしまいました。この後普通に起動もしなくなってしまったので、あまり消費電力の大きいミニパソコンは使うのが難しいみたいです。ということで今回は、ユーグリーンネクソードモバイルバッテリー 48,000mAh300W をレビューいたしました。あんた的にはどうだった？そうですね、ミニパソコンの起動はまあ置いておいて、今の時代、スマホがライフラインになっている人も多いかと思います。ポータブル電源ほどの容量はいらないけど、自分と家族数台分の何回か充電できるモバイルバッテリー、と考えるとなかなか良い商品なんじゃないかなと思います。キャンプとかぐらいなら持ち運んで使えるしね。ですね。今回特別クーポンもいただいたので気になる方は概要欄もチェックしてみてください。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ぽん。またねー。